おはようございます。安倍義俊です。まずは、ここ3日4日ぐらい、声が、喉を悪くしちゃって、声が全く出せなくて、その喋る動画を、撮ることができませんでした。一応、鉛筆で絵を描いてる動画みたいなのをちょこちょこっとアップしたりしたんですけど、今というか、この動画をアップする頃にはもう、終わっちゃってるんで、ちょっとタイミングは完全にした感じですけど、市ヶ谷の方で、囲碁をめぐるアート展という、その展示をやっていて、その中に鉛筆画を2点ほど出展させてもらったんで、その制作動画みたいなものをちょっと上げたりしてたんですけど、なんでしょうね、その熱とか、その風邪症状とか全く出なくて、ただ喉だけがずっと痛くてというか、声が出なくて、喉が痛いというほど痛いわけでもなくて、もう純粋に声が出ないんですよね。で、今も3日ぐらいずっと、咳が止まんなかったり、痰がやたら絡んだりで、風邪薬も効かないし、なんだろうっていう感じで。で、今やっと収まってきました。まだ、とても本調子ではないですけど、とりあえず、咳込まずに喋れるようになったんで、3日ぐらい前まではなんか偉い状態で、子供らが心配して、パパちょっと喋ろうとするたびになんか喋れんじゃないっていうなんか、ジョジョ節みたいな感じで止められていたんですけど、で、そうですね。で、その間にですね、なんか喋りたいことが、渋滞を起こしていて、いろいろと喋りたいことがあるんで、ポツポツと喋っていきますけど、この間、ドリキンさんから随分久しぶりになんか LINE をいただいて、なんか自分は本当に受け身というか、自発的に何かをするってことが、全くできない人間なんです。そのドリキンさんにも、もう4年くらい前、自分が YouTube の動画を始めたての頃だが、コロナ始まった直後ぐらいですよね。2020年の3月とか4月とかの頃とかに、一度何かで対談させてもらったのか。で、その頃にまたいずれそのシネマティック対談をしましょうみたいなことを言ってもらって、ぜひぜひみたいになって、で、LINE 交換したんですよ。で、ずっと、そうだ、ドリキンさんに誘ってもらってるんだと思って、なんか、そう、ちょうど FPL を、シグマの FPL をちょうど買った頃で、そう、なんかシネマティックな設定とかを急いとなんかいろいろ研究したりとかして、で、なんか、なんかね、本当に自分からこう何か行動を起こせない、これなんとかしないといけないですね。人間で。なんかね、ドリキンさんの LINE とかを、だから3、4日に1回ぐらいちょっと見返して、そうだ。ドリキンさんにお返事を書かねばみたいなことを思って、ずっと思って、でもなんかこう書き出せずにいるうちになんかタイミングを完全にしてしまって、で、またドリキンさんからメッセージいただいたんで、今度こそなんか機会があったらって言ってるうちに、ドリキンさん日本に来てたんだよね。なんかその間とかにちょっとお会いする機会があったらよかったんだけど、なんか喉痛くしちゃってたし。なんかタイミング合わなかったですけど、なんで、ドリキンさんサンフランシスコに帰るときに帰り際にまたちょっとメッセージいただいて、次回ぜひみたいなことだったんで、本当次の機会があったときには、ぜひ、よろしくお願いします。ということで、ドリキンさんの動画を、大体は見ていたんだけど、なんか全部見切れていなかったり、仕事忙しくてそれどころじゃないっていう時期とかに、丸々ずっと動画を全然見ない時期とかに、飛んじゃったりすると、ドリキンさんのやつ、ガジェット系のバックスペースFM かなんか、長い、配信動画とかもいっぱいあったりして見切れなくて、で、なんか、飛び飛びになっちゃってる部分とかもあって、で、見返して行ってみたら、ちょっと前とかに、LSK っていう、ライカ好きな人たちの、なんていうかな、グループみたいなものを結成して、で、写真展をやられたり、フォトウォークされたりとか、なんかすごい精力的に活動していて、してること自体は、リアルタイムに動画見て、知ってはいたんですけど、全部見切れてなくて、なんか、それをまとめてこう、ここ何日かでバーッと見返してって見たら、なんか、ライカ熱がこう、ボーボーと出てくるわけですよ。で、欲しいなと思い始めてみたり、でも、ちょっと今、自分のとこはいろいろ大変なんで、とてもちょっとそんな余裕はないんですけど、そういえば、俺ライカ持ってたなと思って。俺、そういえばライカ持ってたなっていうの2回目ですけど、1回目はカビエルマーとかを持ってたなって話でしたけど、これは、ライカのデジルックス1っていう2002年だから今から22年前に発表になって22年前のものですよ。仙台とかなんか限定で、発売されたんじゃなかったかなという割と貴重な、ライカのだから最初期のデジカメですよね、きっと。を、なんかファンの方にちょっと格安で譲っていただいてありがとうございました。で、そう。で、これは何度か使っていたんだけど、譲っていただいた当時でもかなり、古い機種だったりしたこともあって、そんなに出番がないまま、防湿庫に入れっぱなしになったまま、そういえば、時々これのことを思い出してはいたんだけど、
出番のないまま時間ばかりが過ぎて、今急に、そういえばライカ古いの持ってたぞみたいな、ちょっと出してみるかみたいになったら、防湿庫にちゃんと入れて、割とちゃんと保管していたんで、壊れては多分いないと思うんですよ。でもバッテリーが完全に死んでしまっていて、で、もったいないことしたなと思ったのは、これの互換品の予備バッテリーをどっかのタイミングでなんかね、買いましておいたんですよ。だけど、それがこいつのバッテリーだってことを忘れて、ついこの間、部屋の大掃除をした時に、全くわけのわかんない規格のバッテリーが出てきたけど、これなんだこれだと思って捨てちゃったんですよ。もったいない。で、こいつは純正のバッテリーなんだけど、もう、充電器とかいろいろ試してみたんだけど、動かなくて。で、今、一応怪しい中国製みたいな互換バッテリー、多分、互換バッテリーではなかろうかと思われるものを注文してるんで、まあ、それが来て、ちょっと試してみようと思ってますけど、こいつ自体動くんで、あとはだからこのバッテリーのリフレッシュみたいなことやってる業者があるんで、まあ、最悪そこに、7000円、8000円ぐらいか。で、まあ、再生して、ちょっと動かせたら動かしてみよう、みたいなことを思っているうちに、気がついたら、なぜか、ライカ XE が手元にっていうか、つい、勢い余ってちょっと買ってしまって、もう節約生活ですよ。そうだよね。だからこのライカの M 型とか、自分の中では、だから今、欲しいライカの選択肢として3つあって、だからもう一気に M 型に、M11 みたいな、いわゆる王道というか、フラッグシップの、ライカのレンジファインダーのモデルに行くか、今これもシグマ、L マウントのシグマ FP-L を使ってますけど、同じ L マウントアライアンスって同じレンズが使える、ライカのカメラとして SL っていうシリーズが出て、今 SL、SL2、SL2S だ。ちょっと、画素は下げたけど動画に向いてるみたいな機種が出て、で、その後で SL3 がついこの間発表になって、っていう感じで出ていて、そのシリーズの、例えばどれかを、買ってみるとかね。あとはライカの Q っていうシリーズがあって、これもフルサイズのセンサーで、Q、Q2、Q3 と出てるのかな。ドリキンさんが Q2 と Q3 を使っている動画を、何本か見ましたけど、あたりもなんか良さそうだったりして。みたいなものが、まあ、選択肢にはあるんですけど、手が出ないので、とりあえずちっちゃいとこから行ってみようっていう、ところで、XE を買ってみました。中古で、まあ、10万ちょっとぐらいで。ただね、もう、なんだろうな、取引が終わってしまったんで、買い終わって手に入れて、終わってから気がついたけど、これ液晶画面が、端っこのとこが、この辺が、パキッと割れていて、ずっと、まあ、小傷だと思ってたんだけど、よーく斜めから光当ててみたら、多分ひびが行き切っちゃってるんで、ちょっとね、ひびが入ってるっていうことに気づいたのと、今日起動してみたら、これが電源切るときに、レンズが戻っていかないってことが今2回ぐらいあって、ちょっとビクビクしながら、使ってますけど、で、まあ、今回の、動画は、なんでしょうね、一発撮りちょっと諦めて、これで撮ったその写真みたいなものを、紹介しながら、やっていこうかなと思うんですけど、そうですね、まあ、小型のスナップカメラとしては、そのシグマの FPL ここにあるやつが、自分の中でも圧倒的に適していて、持ち出すならこれと思っていたんだけど、今この撮影のスタイルみたいなものをカメラ固定して、いつでもボタン1個押したら動画が撮れるみたいな状態にセッティングしちゃったんで、そうするとこれをケーブル全部抜いて持ち出すのが大変じゃないですか。だからしばらくはちょっとこれをこの据え置きに使って外に持ち出すカメラとして動画撮れなくてもいいからちっちゃくてとにかく軽いやつで持ち歩きたくなるようなカメラをって思ってた時に、でちょうどライカ熱みたいなものが来ていた時になんかこれがピタッとはまったんで、だからその挙動がやっぱ古い、これも2014年ですね多分。なのでもうやっぱ10年前のカメラで、やっぱだいぶ年代物なんですけど、なんか面白いですね。なんかデジタルのカメラではあるものの、ライカに関しては、1年前の機種だからとか2年前だからとか、これみたいに10年前だからダメってことが意外とあんまりなくて、だからライカの例えば Q のシリーズとかをどれかを買ってみようみたいになった時に、もう Q3 が出て、初代の Q とかって2010、どのぐらいだろうな。5年とか、もうちょっと前か。Q2 が2015年だっけ。まあ、ちょっと年代忘れちゃいましたけど、まあ、かなり古いものなわけですよ。だけど、例えば Q2 とかまだ全然高値で、流通していて、
その人気も全く衰えないんですよね。で、僕も今見てみても、その初代の Q は動画が4K 撮れないんで、ちょっと動画をもし撮るんだったら候補から外れるかなって感じですけど、Q2 はまあ、オートフォーカスとかいろんなところで、まあ、古さはあるんだろうけど、画質的に、あれですね。だからそのセンサーが古い、新しいとかっていうよりは、ライカっぽい味付けみたいな部分で、そのライカのカメラに魅力があるんで、それ自体は味わいの問題なんで、年が、古くなってみてもあんまり、魅力が低下していかないじゃないですか。なので、これも撮ってみて、そうだな、そのデフォルトの、スタンダードってやつは、思ってたよりも、色が派手めにっていうか、いや、普通なんだけど、ライカにしては明るめに、派手めに、彩度高く結構出ていて、自分はこの前の、もっと古いライカの X1 ってやつを持っていた時期があって、それはもっと彩度が低く、シックな、画面だった気がするんですよね。まあ、どうせローで撮っていじるから全然構わないんですけど、でも、その、ライカが、提示する、その基本の画質はこれですよ、みたいな、ものを一応大事にしたいじゃないですか。せっかく、これローでいじり始めると、あんまり、なんていうかな、その、らしさみたいなものが、飛んじゃうんで、後で写真見せるけど、例えばライトルームとかでめちゃめちゃ加工すると、なんかインスタ映えしそうな感じの、おしゃれな感じの写真にできたりはするんだけど、それは、それこそスマホで撮ったってできることなんで、面白くないじゃないですか。なので、できれば、そのライカらしさみたいなものをうまく出しつつ、やりたいなと思っていて。なので、今これで言うと、スタンダードよりは、ナチュラルで、っていうカラーモードで撮る方が、どっちかっていうと、その、自分が思ってるライカの、あんまり色が派手ではないけど、その階調が豊かで、まあよく言われるけど、影のあたりのその粘りが、非常に強くて、黒つぶれする寸前のところで結構粘ってくれて、影の中に何か複雑な何かがこう眠ってるような感覚っていうか、そういうところが、なんとなく自分の中では、ライカの色作りっていうか、なんかその画面の良さみたいなところかなと思ってるんで。まあ、だから今、そのスタンダードから今ナチュラルに変えてみて、もしくはビビッドにあえてしといて、サイドの設定を目いっぱい下げるみたいなものもちょっとどうかなと思って試してみたりしているとこですかね。あとは、だから自分はだからその M 型とか全然使ったことはないんで、あれですけど、あとはだからその M 型のライカとかでも M8？ 最初にデジタルでちゃんと、動くようになったやつ、確か M8 だったかな。もっと前のやつもデジタルなのかな。まあ、よく人気があるというか、今でもその流通していて、好きな人は使ってるみたいなところで言うと、M8 あたりからだと思うんですけど、M8 と M9 が確かセンサーが CCD で、その後は CMOS になったと思うんですけど、M8 とか、まあ、言うても、やはり相当古いカメラなんで、画素数が1000万画素ぐらいしかなかったり、写っている絵とかも、ホワイトバランスとかがだいぶ、個性的ですね、みたいな感じのホワイトバランスの写真をなんかサンプルでいっぱい磨けて、でもなんか味があって、ちょっと、面白そうなんですよね。いや自分としては、なんだろう、泥を這うように、進んでいきたいというのが自分の中の、好きな言葉で。これ誰だっけな、米津玄師さんかな、ミュージシャンの。が何かラジオかなんかで言った言葉がなんかすごく、印象に残っていて、それって思ったんで、自分もよく泥を這うようにって言葉を、使ったりしますけど、何か、もちろん多分、一番コスパがいいというか、一番効率よくいい、なんていうかな、その、ライカの体験を、求めるなら、最初に最上級の、今だったら M11 を、とにかく買ってしまって、で、その後で、それローン組んでもいいから買って、そこから始めるのが一番その良さを最初に味わえていいんだよっていうのは、全くその通りだと思うんですけど、自分の、中では、その良さを自分自身が受け取れる、なんていうか、感受性というか、解像度みたいなものをそこに持っている状態でそこの、そのファーストインプレッションを味わいたいんですよね。で、その前に、ちょっと、何か、来華体験みたいなものを積み上げていって、そこに行きたいなと思うんで、いずれどっかでいつかはっていうかね、なんかもうだんだん今僕も52歳ですけど、そうなってくると人生がだんだん終わりの方から逆算するような、感覚ができてきて、まだ体力があって、なんか元気に歩いてカメラとか、例えばそのレンズを、交換レンズを何本か持って出かけるみたいなことができるうちに、で、なるだけカメラいっぱい持って歩く
のがいいだろうと思うんで、その時にはもう一刻も早く持った方がいいっていうのはわかるんだけど、まあそうは言ってもちょっと経験値をいろいろと自分の中でここが違うとかっていうのをもうちょっとうまく言語化できるようになってから行きたいなと思ったり、お金がなかったりとかで、今とりあえずでも XE を買ってみて、これ自体は要するに10年前の古いカメラをなんだろうな、定価よりは安いですけど、それなりの値段で買うっていうのは勇気いるんですけど、ちゃんと動いてくれさえすれば、買って、後悔のないカメラではあったかなと思います。あとはだからライカの絵の自分の中で感じている特徴としては、X1 をずっと使ってた頃に感じてたことだけど、線が細いんですよね。だけど、弱くはないんですよ。輪郭線とかが空間で区切れてる。例えば壁と後ろの空みたいな感じのところの壁とかの、その壁と空を切り分けている境界線みたいなものがピリッとびっくりするぐらい鋭角にナイフで切ったみたいにスパッと切れるような分かれ方をしていて、だけど例えば壁の中の細かい凸凹みたいなものは、そういうテクスチャーみたいなものは割と淡くでものっぺりしちゃわないギリギリのところでテクスチャーを出しながらなんていうかな、おとなしめに行くような感じ。でも影の配置はすごい豊かにあったりするみたいなところがなんか自分の好みにも合うし、ライカのなんか絵作りの良さかなと思っていて、今もだからこれで何枚か公演とかで撮った時とかにうまくピリッと切り分けられる。ここはバチッと切り分けるところ、ここは鳴らしちゃって大丈夫なところみたいなところの、それはものによって切り分けてるわけじゃ当然多分そんな複雑な計算はできない。ものが何なのかをこれ別に AI とか積んでるわけじゃないんで分析はできないんで、多分明るさの階調で、とか色味とかでなんかうまいこと、ここはなんていうかな、階調豊かに乗せるところ、ここは飛ばしてもっていうかある程度差が詰められても大丈夫なところみたいなものをうまく切り分けてるんだろうけど、それがなんかいい感じにうまくはまるんですよね。そのあたりがいいとこかなと思って。で、写真を何枚か撮ってみました。で、市ヶ谷で今、囲碁を巡るアート展というのをやっていて、そこに、17日か何かに絵を納品しに行った時に、そこで、市ヶ谷の駅の周りをうろちょろして写真撮ったりしたんですけど、その時はなんかシグマの、FP に24ミリの F3.5 をつけてったのかな。と、このライカ XE を持ってって2台で、ぴったり同じところを撮ったりはしなかったけど、いろいろと持ち替えながら撮って歩いたりして、そうですね。だからフルサイズで、最新ではないけど、3年前の、4年前かのカメラである。そうか、FPL ももう出てからそう3、4年経つんですよね。のカメラと10年前の XE と比較すると、センサーがやっぱりフルサイズと APS-C で、だいぶ違うっていうのもあるし、新しさも違うんで、比較するとこっちが不利でかわいそうなんだけど、そうだな、頑張ってるところは頑張ってる。でも、影の階調とかはね、結構、豊かに残っていてくれる印象がありました。その代わり、空とかの雲の細かい階調とかが、シグマ FP だと粘ってくれる。だけど、こいつは白飛びしちゃうみたいなことは、結構多々ありましてね。なので、だからやっぱり黒より影寄りの部分に、肘を置いている、色作りなんでしょうね。で、電池が切れた。一回変えます。今カメラの電池を取り替えていたところに、今囲碁を巡るアート展という展示をやってるんですけど、ギャラリーの方から、僕は黒の顔と白の顔という2枚の鉛筆画を提出していて、最初黒の顔の方、黒髪の女の子の鉛筆画の方が、売れたということでありがとうございましたって言ったらなんか間違えて白の方だったみたいな間違いの、電話がかかってきて、慌ててX にポストしちゃったんで間違えてました。売約済みになったのは白の方でしたって言ったらまた電話かかってきて、いやいや合ってたわみたいな。もうちょっとご購入された方にちょっと申し訳ありませんでした。というわけで、そんなこんなでバタバタしてるうちにもう何を話していたのか完全にちょっとわかんなくなっちゃいましたけど、とにかく、とりあえず、
ドリキンさんが、なんかドリキンさんの話が多いですけど、今日の5冊みたいなタイトルで、ライカ縛りなのかな、毎日、5枚写真を撮って、実際にはもっとたくさん撮って、その中から5枚選んでるんだと思うんですけど、選んだ5枚を毎日更新している YouTube のその動画の最後に、入れていて、なんかドリキンさん写真うまいなと思いながらその日々見てたわけですけど、なんかその安倍さんもどうですかみたいなことを言われたんで、僕もFP を持ち歩くときはFP で、そのライカのときはライカでっていう感じになると思いますけど、そうですね。僕の場合は1日部屋にこもって絵を描いちゃう日が非常に多いんで、5枚なかなか撮れないと思うんですけど、ちょっとできたらやってみようかなと思います。毎日更新も、こんな感じで、パッと撮って、喋れるようだったら、できる限り、毎日更新、やってみたいですね。ちなみに今日撮っているのは、相変わらずシグマの FPL に、今日は、リコーのリケノンっていう昔の多分レンズだと思うんですけども、21mm の F3.8 っていう、ちょっと変わったっていうのかな、レンズをつけています。オールドレンズで、そうだな、アルファ7とかその前にあったその NEX の、NEX3 か、とかを使っていた頃に、すごく気に入って、いつも持ち歩いていたレンズですね。ちょっと色味が褪せた感じになっていて、で、広角で、なんだっけな、何が面白かったんだっけな、なんか光の、夕方とかに撮るとなんかゴーストがちょっと面白い感じに入ったりして、そんなあたりも含めて、気に入っていたレンズを引っ張り出してきて撮ってみました。ちょっと広角だと、あれですね、部屋が、なんか、散らかっている部屋が全部映り込んじゃって恥ずかしいですけど、割と解像感も高くて、改めて、ちょっといいレンズですね。なんかいろいろ遊べて、面白いかな。ということでした。ありがとうございました。ではでは。はい。